久々にこのモフモフをつけた状態で、このぐらいの距離感を保ちつつ、このモフモフを耳かきでもちもちしていく動画です。で、さっき距離感を保つとだけ言って距離感保って何するねんって話ですけど、ささやき声で雑談をします。はい。なんでこのモフモフをつけるのを強調したかっていうと、
うしようかなとなって2人で結局スパジャポっていうのに行ったんですよ。知ってますか皆さん？スパジャポ、関東済みの人は結構知ってるかな。めちゃくちゃでかいスーパー銭湯みたいな感じですね。フードコートともちろん大きいお風呂とで岩盤浴がね5個とか6個ぐらいあるんだよね。プラスなんかすっごいそばヨギボーみたいなのがいっぱいあるところとか、なんか個人用、2人とかで使ったりできるようなこうちょっとした寝る場所とか、何人でも使えるようなこう大きい寝る場所とかね、あとはねもうこの世の全ての漫画が置いてあるような施設をスパジャポと言います。はい。でそこに行ったんですよ、車でブーンってねっていう話ですね思ったよりもする話なかった、そこまで。でもね、そうなんだろうな、そこであった話というと、なんか岩盤浴を結構いっぱいしたんですけど、友達が好きで、でその時も言ったんですけど、友達には申し訳ないですけど、岩盤浴ってなんか結構何のためって言ったらあれですけど、どこを目標に岩盤浴するんだろうなって入りつつ苦しみつつ漫画読みつつ思ってたんですけど、自分本当に代謝欲で岩盤浴とかするともう汗びっちょびちょで、なんかそこのスパジャポはその岩盤浴用の服が1個しかくれなくてこう着替えられないんですよ。だからもう自分なんて最初に汗だくだくになっちゃって、なんやねんこれと思いつつ、本当にね結構、自分は部活とかやってたからだけど、やっぱ一回汗まみれになった状態でなんか歩いたりね、どうなんだろうと思いつつ、最大級に楽しむためのこのサイクルを知りたいんですよね。岩盤浴して、お風呂入って岩盤浴してお風呂入って帰るとかでもいいんですけど、やっぱその日は結構気合入ってて10時過ぎくらいに集合しちゃってて、車で来てるから何時にでも帰れる状況で、結構10時に来て12時に帰るとしても12時間プラス12時間だから本当に12時間以上入れて、そうするとスケジュールが難しいなと思って、スパジャポでさえスケジュールの難しさを感じる、やっぱ社会の厳しさを知りました。はい、自分は本当に予定を立てたり計画組むのが大の苦手ですっていうお話でした。計画立てれないな本当に。なんかという感じですね。
ちろん自分も人のやつを見たりしてて、この人のどこがとかね、何がとかね、熱く語りてましたね。はい、なんかね、本当に気づいたらもうベテラン側の立ち位置になってきてて、自分も怖いですよ本当に。そうで、その日になんとなくこうジャンル分けというか、この人はこの枠だよねみたいなので雰囲気分けてった時に、なんかこう自分がどう当てはまればいいのか分かんないなみたいな感じになっちゃって、なんかちょっと汚い言葉で言うとちょっとキモいですよね、自分の動画のジャンルというか立ち位置というか。これも今何してんねんって動画ですけど、そうなんかね、でもこういうのをやる人いなかったから、自分はみんなに見てもらえるようになったんですかね。こうない先駆者、そういう意味では先駆者だったのかもな。自分が ASMR を投稿する頃には、まあいわゆる学生の ASMRYouTuber の方っていうのは結構いっぱいいて、先駆者だなと、その人たちが。私、まあ良くも悪くもその方々は先駆者として人気が出てたなって自分は昔分析してたんですよ。もちろん今でも魅力皆さんありますし、けどやっぱりまあね、ここで引き合いに出すのはあれですけど、ヒカキンさんがこう有名になったのと同じ理論というか、やっぱり最初の人っていうのはみんな注目する理論があって、その人たちに自分はなれないと、先駆者にはなれないから、先駆者として以外の魅力を出さないといけないなと思って、なんか自分は頑張ってたつもりなんですけど、なんか今思うと結局自分も先駆者の一人だったのかなみたいな。いっぱい先駆者がいるように見えてたけど、結局自分みたいなのをやってる人
しないで OK を広めてってください。みんなに10万人とかいけるのかな金の盾とかさ飾ってみたよね。ここになんかちょっと男らしい指の出し方。ここにはい。まあね、悪っちゃいけないけど、自分が10万人とかってなったらおもろいですよ、正直。もはや視聴者も面白いでしょ。みんなこのスタイルで10万人いくんかっていう、ちょっとどこまでこのスタイルを貫き通すかもやってるんですけど、まあなんかこのゆるい感じで10万人にいくかは迷いどころですよね。そろそろ切り替えてもいいのかなとか思いつつ、なんかね、なんかそうなんですよね。大丈夫なんだろうか自分はこの感じで。あえてやってる部分もあるし、これもいいよねと思ってやってる部分もあるんですけど、なんか薄い話から濃い話、もう両極端な今日雑談の回だったな。いやでもこういうのが切れなくなるのは嫌だよね。こういう話聞きたいでしょ。聞きたいでしょ俺は喋りたいよ。だから構成は変えずにぐちゃぐちゃにすればいいかなと思ってるんですけどね。何百万人目指してるわけじゃないから、何百万人目指してたらきっとこうしっかりのチャンネルってブランディングしていった方がいいと思うんですけど、自分は何百万人は目指してないからな。この感じでこの感じでどこまでもはいけないのかな。どうなんだろう。みんなが見続けてくれたらいきそう。要はさ、毎年さ、自分を見るような世代の年齢がさ、1年ずつに何百万人とかの単位で増えてってるからさ、既存の人が見るのをやめない限りは、あと5年くらいで10万人はね達成するんじゃないとか思いつつ、みんながびっくりするようなことを言うと、実は去年からもう3万5万人とか増えててびっくりですよね。1年で 3.5 万人増えるんだと思って、単純計算でもあと1年で10万人いっちゃうよとかね、夢を見つつ、びっくりじゃないですか。顔出し始めたのも実はちょうどこの時期ぐらいの動画、本当に1年前の動画なんだよな。まだそれしか経ってないんだとかね、結構驚き情報じゃないですか。顔出しの動画から1年しか経ってないっていう。懐かしいですね。最初の方はサムネイルにモザイクとかかけてたんですけど、最近はバグってきちゃったけど、民度が良いこの感じなら炎上とかはしないでしょとか思いながらね。ちょっと今良くない発言だったな。炎上するのが見る側のせいだみたいな発言になっちゃってましたけど、炎上は自分が悪いんで気をつけます。炎上するようなことしても1回目は許してあげてください。ということで、したい話は